何でも器用にこなし、ビジュアルはもちろんのこと性格までも神っていると言われ、アイドルになるために生まれてきたと絶賛されている BTS のジョングク。普段からジョングクはアーミーに愛を届けてくれていることはもちろん、ライブやサイン会で直接アーミーと触れ合う時には特に天才と言われるほど最高のファンサービスをしています。待遇を受けたアーミーは前世どんな徳を積んできたのかと思うくらい羨ましいですが、今回はそんなジョングクから神対応を受けたアーミーのエピソードをいくつかご紹介いたしますのでご覧ください。ライブ編。 BTS のライブといえば特にアリーナ席の人はジョングクだけでなく他のメンバーに帽子をもらったり、自分のアミボムを持ってもらったり、アーミーとして神対応をしてもらえる最高のチャンスの場ですよね。そんな中でもジョングクは周りをよく見ているようで、体調を崩してしまったアーミーにいち早く気づき、ステージにあったペットボトルの水を素早く手渡すことがありました。このアーミーの証言によると、一人だけではなく周りの何人かが脱水状態に陥ってしまったようで、ジョングクにもらったお水を分け合い、飲んだことで何事もなく済んだそう。BTS の激しいパフォーマンスをしながら、自分たちも体調を崩してしまいそうな状況の中、アーミーたちの変化に気づくジョングクは、さすが黄金マンネですよね。他にも、車椅子の少女のところにわざわざステージを降りて会いに行ったということがありました。2019年6月8日のフランスでのワールドツアー、Love Yourself, Speak Yourself 最終日のことです。この時は、ジョングクがステージを降りたことにより、車椅子の少女が危険な状況になってしまうとのことで、賛否両論の意見が出ました。ですが、警備員、事務所やスタッフも、この行動は事前に知っていたのです。BTS のライブ2日間とも自分の祖父が警備をしていたという女性が、ジョングクがライブ前に観客席に入ることを、事務所などに許可を得ていたということを証言してくれたのでした。ですので、ジョングクは前もって安全な状況を作っていて、ライブで車椅子の少女が自分のファンだと気づき、少女のところへ向かったのです。車椅子の少女は、今日という日を忘れないものにしてくれた彼の瞳は、私の魂に刻まれたと話し、人生の中で最高の思い出ができたことを語り、自身の安全を気遣ってくれたアーミーにも嬉しかったと感謝を述べていました。一人のファンのために腹筋を披露するジョングク。ジョングクが見事な腹筋を披露したのは、アメリカのラスベガスのコンサートパーミッショントゥダンスオンステージでのことでした。楽しいダンスパーティーがコンセプトのこのライブで、トロッコでライブ会場を移動していた BTS メンバーですが、ジョングクの前にいた海外の男性アーミーがちゃめっ気たっぷりに洋服をめくってジョングクにお腹を見せたのです。するとすぐさまジョングクもその男性アーミーに対して見事な腹筋を披露しました。男性アーミーとはいえ、たった一人に向けて腹筋を披露するジョングクの姿に、女性アーミーは発狂するほど羨ましがります。また、アーミーによってはジョングクは負けず嫌いなので、男性アーミーが見せてきたのに自分は見せないなんてありえないと思ったのではと考察する人もいましたし、その後に真似して、ジョングクにお腹を見せる男性アーミーが何人かいました。ジョングクは笑い、参ったなというような顔をしつつも、再び腹筋を披露してくれていて、結局、女性アーミーにとってもサービスショットとなります。もともと、アーミーとの距離感が近い BTS ですが、パンデミックにより触れ合う機会が減ってしまっている今、このようなエピソードがあることが微笑ましくも感じますよね。自撮りをしてくれるジョングク。BTS のライブでは、ジョングク以外にも、アーミーの携帯で自撮りをしてくれるところが発見されています。とても羨ましいことですし、どんなことをすれば、そんな奇跡が起きるのかと思うくらい、アーミーにとって神エピソードですよね。
シカゴで開催された BTS のワールドツアー、Love Yourself, Speak Yourself のライブでは、アーミーがジョングクを撮影していると、ジョングクが貸してというような動作をして、アーミーから携帯を借りて自撮りを始めます。しかも、撮影された動画を見ると、とっさに撮った自撮り動画なのにもかかわらず、映っているジョングクは完璧にかっこよく、男前はどんな角度でも男前だということを証明していました。感激したこのアーミーは SNS で報告してくれたので、世界で拡散され、ジョングクの自撮りエピソードが広がり、投稿を見たアーミーは嫉妬に駆られたり、自分だったら倒れてしまうと話したり、美人だからこんなことが起きたんだ。綺麗になろう、などと話題に。羨ましいの極みですし、グループの活動が少なくなってしまった今となると、本当に貴重な出来事でした。サイン会編。サイン会といえば、韓国では有名になってもサイン会で直接アイドルと触れ合うことができ、オタ活をしているアーミーにとって特に最高の機会ですよね。日本では特定のアイドルとはサイン会で触れ合うことができますが、普通は有名なアイドルとはそういった場がないことが多いです。しかも BTS はファン一人一人とのやりとりの時間も長いように感じました。メンバーはアーミーと目と目をしっかり合わせ話を聞き、頭を撫でてあげたり、恋人つなぎをしてあげたりと、アーミーとの距離感がとても近く、ファンサービスがすごいですよね。今はそういった場を失われてしまい非常に残念ですが、いつかまた復活することを願っているアーミーがたくさんいることでしょう。サイン会でもジョングクはアイドルとして天才的な起点を利かし、溢れんばかりの愛情をアーミーに示していました。その中でもキュン死確定のエピソードをご覧ください。片耳しか聞こえないアーミーにとった行動。片耳しか聞こえないアーミーに聞こえる耳に近づいて話してあげたのはジョングクがまだ18歳のことでした。あるサイン会で片耳しか聞こえないアーミーが、私の耳は片耳しか聞こえないけど、あなたの歌や声が聞けることに感謝していますと伝えたのです。それを聞いたジョングクは、どちらの耳が聞こえますかと問いかけ、左耳が聞こえることがわかると、聞こえる左耳に近づき、もっと僕は頑張ります。僕のことを好きになってくれてありがとうございますと言ったのでした。まだ10代であるジョングクが片耳しか聞こえないというアーミーに、大人のような対応をしていることにも驚きますし、片耳だけでもジョングクの声や歌が聞こえることに感謝しているということをジョングクに伝えたアーミーも素敵ですよね。このアーミーはもちろん心に残る素敵なエピソードとなったようで、ジョングクがサイン会でアーミー一人一人を気遣い、しかもメロメロにしてしまう理由がよくわかりました。未来のお嫁さん発言。ジョングクに未来のお嫁さんだと言われたアーミーがいました。サイン会に参加したアーミーはブーケを用意し、けなげに私は無理だけど未来のお嫁さんにあげてとジョングクに花束を渡します。一瞬、というような表情をしたジョングクですが、すぐに、はい、未来のお嫁さんと話し、そのアーミーにブーケを渡し返したのでした。ジョングクの素早い機転にびっくりしますし、アーミーの心がよくわかっているジョングクはやっぱり黄金マンネで、アイドルになるために生まれてきたんだなと確信するエピソードとなります。この出来事に、さらに、ジョングクが好きになった嫉妬心しか生まれないというアーミーなど、様々な女心が生まれたようですね。個人的には、ブーケを用意したこともよく考えたなと感心しますし、ジョングクを目の前にして考えてきたことを実行することができたアーミーに尊敬すら感じました。まとめ。いかがでしたでしょうか？中身も容姿も完璧なジョングクに、アーミーはさらに沼にはまってしまったことでしょう。現在はソロの活動中心になった BTS ですが、いつかまた
7人での活動が盛んになり、サイン会が開かれる世の中になった時、ジョングクから神対応をしてもらいたいものですね。その日を楽しみに、今は個人の活動に注目していきましょう。